にちは。今回は悪役令嬢転生おじさん第4話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。合体させんな。悪魔合体。握りつぶした。強引に合体させた。ドラゴン来た。なかったことにされたら。なんだったんだ今の特殊演出。変なもんが生まれたから神様が強制介入したんじゃね。なんだ普通のレッドドラゴンか。びっくりした。一部始終を家族に見られてるのか。なるほど、さっきの手は。ここが新しい設定だよな。現実世界から異世界を観察できるなんてな。本当にゲーム内に転生してるのか。この設定は新しいな。理解の早い親子。ダンバインって異世界ものだったの。そうなんだよな。昔は異世界転生召喚といえばロボットものだったんだよな。アニメだけな。オタク特有の早口と喋り始めると止まらないやつ。グレイス、ケンザブロー、強い。全部見られてる。ママンの声どこかで聞いたことあると思ったが、空の教会の青崎瞳子や花咲くいろはのママンか。なんかカオスな展開になってきた。下手なことしてなくてよかった健三郎。娘と妻に見られる地獄。これもしお父さんと男キャラの濡れ場見るようなことになったら、娘が腐ってるか否かで反応が変わる。おじさん下手な行動をとったら家庭内で立場なくすな。これがエロゲだったらとんでもないことになってたな。さすがに今でエロゲは強者すぎる。つまり実質世界救ってるのは娘なのか。娘にプレイされてるのか。じゃあ娘がゲーム進めないとゲーム世界のおじさんに何のイベントも起きないのか。なんちゅうゲームや。干渉できるのか。あれは娘の手かよ。こいつ直接テレビないに。お前の手だった。若干ホラー。娘の手でした。そのまま引っ張り込めば戻ってこれたんでは。娘が父親とグレイスを合体。なんかのんびりしてんな。娘の手だったのか。混ぜるために手を貸してくれってやつ。今親父助け出せるチャンスだったんじゃね。手を貸さなかったルートは一体。手を貸さなかったらおじさんのままだったの。あかん、面白い。これそのまま顔まで突っ込んだから向こう行けたのかな。手を貸すでこれとはそりゃ驚くわ。手を貸す物理。転生じゃないことが判明したけど題名どうすんだ。本人は死んだと思ってるだろうからいいんじゃね。おじさん本人は転生だと思ってるからセーフ。疑問をすぐに解説してくれるのは視聴者に優しい。乙女芸の実況と解説のあのアニメみたいになってきたな。コミカライズが突然打ち切りになったあれか。ザーさんが出てた作品か。おじさん最終的には現実に帰ってくるのか。ゴールはそこぽいね。こんなに娘ががっつり絡むとは。現実パートは回想だけかと思ったらこんなにがっつり絡んでくるんだな。いやー面白いわ。転生もの踏襲しつつ切り口が違うね。なんで親子カメハメハしてんだよ。親子芸は次回か。次回予告一番はカンとこもってきてるし。完全にカメハメ派。次回予告でこれが来たか。ドラゴンボール世代もそろそろ50代か。現代パートも面白いな。やっぱおもろいなこれ。これ妻子はちょい役じゃなく結構活躍しそうだな。ちょくちょく手を貸してくれる場面ありそう。母も娘も面白え女。このアニメもし声優イベントやるんなら絶対行きたい。間違いなく面白い。ぜひともスペシャルゲストに上様を何とぞ。とりあえず今回でこの作品の構造が見えてきたわけやな。ここからが本番か。令嬢サンバとかしょうもない替え歌にせず潔くマツケンサンバにしたのは良かったな。マツケンサンバを選ぶこと自体の是非はともかく、この話考えた人頭おかしい。褒め言葉。転生もので元の世界の家族が出てくると変わるんだな。面白いわ。思わぬギミックがあってよかった。単純な転生ものじゃなくて現世のあれこれも関わってくるのは斬新でよい。源三郎家族仲良しなの好きだから家族で協力プレイなの好き。しかし実の父が美少女の中に入ってるのを見るのって複雑だろうな。
どっちにしろ健三郎生きててよかったな。他にも色々あったけど、健三郎さんが死んじゃったなんて辛いってしょんぼりしてた人、安心してくれたかな。体に大怪我もなかったし、何よりも不安なところである精神も確認が取れて、異世界に行ってしまった主人公の家族側のフォローどころか物語に組み込んでくるの。あまたある異世界転生ものでも珍しいのでは。今週も笑った。異世界転生の新しい切り口だな。しかしまさか手を貸すが物理的にとは思わなかった。ひな子と全く同じ感想になった。今週はさすぐれとオタクってすげえってことが分かりました。ビーストの卵と召喚の儀式、現実世界の家族の描写、原作でも不足はないつもりだったけど、アニメで加算されて分かりやすくなってる。ビーストもどこから育成してたか卵と魔力の説明もあってよかった。全体的に丁寧に作られてて嬉しい。おじさん転生したんじゃなくて、生きてゲームの中入ってた。家族が見てるし、笑い。家族みんなオタクだと信じるのが早くていいな。イケメン2人とアンナが自分と同じ属性望んでるの好き。笑い。グレイスが古代竜出して2属性持ってることをさすがで勝たした。笑い。メタをメタネタにするのではなく、作品内のキャラクターの理解度を極大化して物語の要素にしてしまうとは、さすが上山先生原作だわ。非常に面白かった。今までの異世界転生ものと一線引いた感じだな。実は生きてて意識だけがゲームの世界へ、現実からゲームにも干渉できる。特撮のポーズネタは特撮好きだったからなのね。やべ、めっちゃ好感度上がったぞ転生おじさん。特撮好き。こういう転生ものって現実とは引き離して描くのがセオリーだと思ってたけど、現実と結びつけてしかも干渉するの新鮮であり面白く、健三郎がリセマラが効かない世界であるとアンナと娘を重ねて描いた回だからこそ、親子の結びつきに濃いものを感じてよかった。お母さんの数えきれない異世界ものを見てきたの実例が原作よりも増えてた。原作は王家の紋章、渡る、ラムネだけです。多分お母さん、今の異世界転生もの見てるでしょう。さすがグレイス様。勉強のできるグレイスが他の生徒のためにあえて先生に属性の復習を願い出たとアンナには映ったのかな。おじさんが家族の元に帰れるのなら本物のグレイスの復活もあり得るし、彼女の解放と成長物語でもありそう。ここに来てゲーム世界外の描写が加わって作品のメタ構造が明らかになるのが面白い。おじさんの過去回想にしか出番がないと思ってた娘ちゃんが外からおじさんの活躍を観測していくことでどう物語が進化するのか、展開が楽しみになってきたのです。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。